日はミルク餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はミルク餅を作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでミルク餅のレシピをご紹介してるんですが、今回はですね、プルプルもちもち食感で歯ごたえのある仕上がりにしていきます。さらにですね、抹茶ミルク味もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、片栗粉、お砂糖、こちらの3つの材料でミルク餅を作っていきます。さらにですね、ここにトッピングできな粉と黒蜜を使っていきます。このトッピングはお好みでやってみてください。お砂糖に関しましても今回は普通のね、白砂糖を使っていきますが、こちらはお好みの糖類を使って作ってみてください。それでは続いて抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、片栗粉、お砂糖、抹茶パウダー、こちらの4つの材料で作っていきます。この抹茶味のお砂糖に関しましても、これもお好みのものを使用していただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。ではね、早速作っていきたいと思います。その前にね、まず使う容器の説明をしていきます。今回はね、100円ショップに売っている 380ml のタッパーを使っていきます。こちらのタッパーはですね、内側をこのように水で濡らしておいてください。そうすると出来上がった時にミルク餅を取り出しやすくなります。この容器の準備はね、必ず作る前に行いましょう。今回はタッパーを使うんですが、こちらはね、お家にある容器何でも大丈夫です。そちらを使ってください。それでは調理していきます。今回はね、フライパンを使って作っていきますが、こちらはお鍋などを使っていただいても大丈夫です。まずはじめにここに片栗粉を入れてください。そしてここにお砂糖です。砂糖の量もね、お好みで調整していただいて OK です。そしたらこちらを一度ね、よく混ぜましょう。ステンレス製の泡立て器とかを使ってしまうと鍋底がね、傷ついてしまいますので、こういったね、ゴムベラなどを使って混ぜてください。だいたい混ざれば OK です。そしたらこの中にね、牛乳を少しずつ加えてなじませていきます。一度に加えるとね、ダマになる時があるので、少しずつね、加えるようにしてください。そしてまた加えます。そしてよく混ぜます。片栗粉がね、しっかり混ざったら残りの牛乳を一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。このようにね、火にかける前にきちんと混ぜておいてください。そうするとダマもできず綺麗な仕上がりになります。はい、よく混ざったら OK です。では火にかけます。火加減は弱めの中火ぐらいです。このようによくかき混ぜながら加熱してください。そのまま放置してるとダマになったりするので、必ずよくかき混ぜながらね、加熱するようにしてください。はい、で少しね、ところどころこのように固まってきました。そしたら少しね、混ぜるスピードを速めてください。鍋底と周りの部分から固まってくると思うので、このようにこそぎ取るようにね、混ぜてみてください。はい、このようにだんだん滑らかになってきました。そしたらね、手早く混ぜて、このぐらいですね、もったりしてきたら火加減は弱火にします。そしてまた手早く混ぜましょう。はい、で水っぽさがなくなってこのようにね、塊になったらこのままですね、弱火で2分間よく混ぜながら加熱してください。ここで加熱が足りないと片栗粉っぽさが残ってしまいますので、しっかりとね、混ぜながらよく火入れしてください。はい、OK です。今ね、2分間加熱しました。そしたら火を止めます。2分間ね、しっかり混ぜながら加熱するとこのようにとっても滑らかな仕上がりになります。このぐらいになるまでよくかき混ぜながら加熱してください。それではね、タッパーを用意してください。そしてこの中にね、ミルク餅を入れます。はい、入れたらですね、空気が入らないように少しね、高いところからトントンしてください。はい、あとはね、ゴムベラを少し濡らして表面を慣らしていきます。大体で大丈夫です。
はい、このようにタッパーの中に入れてください。そしたらですね、このようにバットに氷水を張ってください。そしてタッパーごと冷やしていきます。このままですね、30分ほど粗熱を取ってください。粗熱を取ってる最中は表面が乾燥しないように上にね、ふんわりラップをかけておきましょう。それではね、ミルクバージョンはこのまま粗熱を取っておきます。それでは続いて抹茶味を作っていきます。抹茶味はですね、まずはじめにこの抹茶パウダーを牛乳で溶いていきます。というのも抹茶パウダーはすごくダマになりやすいので、あらかじめ牛乳で抹茶パウダーを溶いてください。そうすることでダマになるのを防ぐことができます。フライパンの中でやっていただいてもいいんですが、小さめの器の方がやりやすいと思うので、ちょっと洗い物が増えますが、小さめの器でやってみてください。まずここに抹茶パウダーを入れます。そしてここにね、牛乳を少し加えてください。だいたい大さじ1杯ぐらいですね。そしたらよく混ぜましょう。抹茶のダマができないようにしっかり混ぜてください。よく混ぜたら一度こちらを電子レンジで軽く温めます。そうするとね、ダマが溶けやすくなります。それではこちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。はい、このようにね、しっかり混ざれば OK です。もしね、ダマがどうしてもできてしまう時はちょっとひと手間なんですが、茶こしなどでこしていただくといいかなと思います。そしたらまたここにね、牛乳を加えます。今度はね、大さじ2杯から3杯ぐらい入れてください。そしてよく混ぜます。そして牛乳とね、同じぐらいのシャバシャバ加減になったら、こちらの牛乳に戻し入れてください。そしてよく混ぜます。抹茶の準備はこれで OK です。このようにね、きちんと溶いていただくとダマもできず綺麗な仕上がりになります。今回ね、抹茶は小さじ2杯なんですが、もう少しね、抹茶感を強めたい場合は抹茶パウダーの量をね、増やしていただいても大丈夫です。ではね、先ほどと同じようにフライパンの中で混ぜていきます。まず片栗粉ですね。そしてお砂糖です。この2つをね、まずよく混ぜましょう。よく混ぜたら先ほどと同じように牛乳を少しずつ加えて混ぜていきます。ダマにならないようにね、よく混ぜてください。そしてまた加えます。はい、よく混ざったら最後加えます。はい、そしてよく混ぜてください。準備はこれで OK です。では火にかけます。火加減はね、先ほどと同じように最初は弱めの中火です。このように混ぜながら加熱してください。またね、このように固まってきたら少しね、混ぜるスピードをアップしてください。はい、でこんな感じで全体にとろみがついてきたら火加減を弱火にします。そしてまた手早く混ぜてください。はい、でこのようにね、水っぽさがなくなったらこのまま弱火で2分間しっかりよく混ぜながら火入れしてください。はい、2分間火入れしました。火を止めます。そうするとね、こちらもこのようにとても滑らかな仕上がりになります。それではタッパーに移したいと思います。ではね、タッパーを用意してください。こちらもね、内側を水で濡らしておきましょう。では入れます。そして少し高い位置から落とします。はい、そしたらまたね、ゴムベラを濡らして表面を慣らしてください。はい、OK です。ではこちらも同じようにバットに氷水を張ってタッパーごと冷やします。そして表面にね、ラップをかけてこのまま30分ほど粗熱を取ってください。はい、30分経ちました。そしたらラップを外してこのね、氷水から外してください。そしたらですね、この表面にピタッとね、ラップを貼り付けて、そしてこのまま冷蔵庫で1時間から2時間冷やします。この冷やす時間に関しましては、冷やせば冷やすほどこの食感が硬くなってきます。なので様子を見ながらね、冷やす時間は調整していただいて大丈夫です。それではですね、抹茶の方も30分経ったので冷蔵庫で冷やしていきます。こちらも同様にピタッとね、ラップを貼り付けて、そしてこちらも同じように冷蔵庫で1時間から2時間冷やしていきます。は
はい、今ね2時間冷やしました。それではラップを外します。結構ねしっかりめに固まってます。そしたらですね、切っていきたいと思います。まずまな板にねきな粉を振りましょう。そしてこの上にねミルク餅を出します。出す時は少しねこのように空気を入れて、そしてこのようにね取れやすい状態にしてください。そしたら裏返します。よいしょ。ゆっくりゆっくり剥がれてくると思います。どうしても剥がれにくい時は少しお水をつけて取ってみてください。このようにプルップルに固まってます。そしたら切りたいと思います。こちらはお好みの大きさに切ってください。切る時はですね、包丁の刃先を濡らしていただくとくっつきにくくなります。では切っていきます。刃先もねその都度その都度で濡らしてみてください。このように一口サイズに切ってください。あとはね仕上げできな粉をまぶします。黒蜜はね食べる時にかけて召し上がってください。ミルク餅はこれで完成です。それでは続いて抹茶味もね出したいと思います。こちらも同じようにねきな粉をトッピングしていきます。抹茶パウダーだとね少し苦めになってしまいますので、きな粉でねトッピングしていただくのがおすすめです。こちらも同じように少し隙間を入れます。剥がれにくい時は表面をね少し水で濡らして、このね隙間のところもねちょっと水で濡らしてみてください。そうすると取り出しやすいと思います。そしたら裏返します。よいしょ。はい、こちらもねプルップルです。それでは同じように切っていきます。はい、そしたら最後もね同じようにきな粉を振りかけてください。抹茶味はこれで完成です。はい、これでもちもちのミルク餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにミルク餅はもちもちプルプルです。お好みでね黒蜜をかけて召し上がってください。そしてこちらが抹茶味のミルク餅になります。こちらもですねお好みで黒蜜をかけて召し上がってください。こんな感じでねとてもプルプルもちもちに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずねベーシックなミルク餅からいただきたいと思います。いただきます。もうプルプルもっちもちですごく美味しいです。甘さもね程よい甘さに仕上がってます。では続いて抹茶味もいただきます。こちらはね黒蜜をつけていただきたいと思います。いただきます。抹茶は和な感じですごく美味しいです。この黒蜜がすっごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミルク餅のポイントです。まずですね、今回ミルク餅とあとは抹茶ミルク餅を作りました。この抹茶に関しましてはココアパウダーなどで代用していただいても OK です。その場合もですね、分量は同じで作ってみてください。抹茶ミルクに関しましては抹茶パウダーを加えてるので、その分ね少し牛乳を多めに使ってます。そして作る時のポイントです。作る時はですね、まずはじめに材料を全てよく混ぜてから火にかけるようにしてください。火にかけながらやってしまうと片栗粉がねダマになってしまう時がありますので注意していただけたらと思います。そして抹茶味に関しましては必ずね牛乳で抹茶を溶いてから加えるようにしてください。抹茶パウダーはね非常にダマになりやすいのでしっかり牛乳で溶いてから使ってください。そして加熱してる最中のポイントなんですが、加熱してる最中は必ずねよく混ぜながら加熱してください。そして少しね固まってきたら混ぜるスピードをアップしてもったりとした感じになってきたら火加減を弱火にして、そして水っぽさがなくなったらその後弱火で2分しっかりと火入れしてください。この火入れが足りないと片栗粉の粉っぽさが残ってしまいますので、必ずねしっかり火入れするようにしてください。少しね混ぜるのが大変かもしれないんですが、しっかり混ぜていただくことでとても滑らかな仕上がりになります。そして出来上がったミルク餅をタッパーの中に入れるんですが、タッパーの内側はあらかじめ水で濡らしておいてください。そうすることで最後ね取り外しやすくなります。あとは氷水でタッパーごと粗熱を取って、その後は冷蔵庫で1時間から2時間ほど冷やしてみてください。この冷やす時間に関しましては冷やせば冷やすほどどんどんねミルク餅が硬くなってきます。なので様子を見ながらねお好みの硬さで召し上がっていただいても OK です。もしもっととろっとした仕上がりにしたい場合は片栗粉を少し減らして、そして冷蔵庫で冷やさずに召し上がっていただくといいかなと思います。そして最後はきな粉を振りかけて、黒蜜はお好みでかけて召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はミルク餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。